やあ、合板だ。先日大型アップデで冒険者ランクにオリハル困窮も追加され、ミスリル級以降何をしたらわからない人も多いことだろう。ということで今回はミスリル級以降やることをまとめてみた。早速見ていこう。まずミスリル級になったら最初にやることは禁域素材カンスト。ミスリル級になると捨て振りが天命輪廻に応じて大きく増えるので、振り分け上限を上げられる書物を優先して集めるのがおすすめ。その次にアリーナでの勝利報酬が増えるオブジェ、装備の強化上限が上がるロックがおすすめ。全部カンストさせてから次の禁域素材を集める必要はなくて、振り分け上限が十分上がったと感じたらオブジェやロックに取り掛かってよい。アリーナコインでドラゴン装備の強化素材や3分の革命など購入できるので、書物が十分集まったらオブジェ集めに取り掛かるのが良いだろう。禁域ボスは30分脇なので、改めじゃない通常の召喚書を使う。書を集める時の金策は放置ならアーキペラゴ、3分の革命があればアビスムアダー放置がおすすめ。手動なら循環宇宙で燃え効果炉、時空歪曲装置は序盤は深淵がおすすめ。最近は雪山禁域にも追加されたので、そっちで集めるのも良いぞ。旗はアリーナカニでカエルフェアのパラディンを倒すのが良いだろう。そんな感じで頑張れ。それが終わったら次はドラゴン装備。優先順位は鎧と頭と盾が高い。素材あるやつから強化しておこう。各素材のおすすめ場所はこちら。火炎岳やソルクレストは以前より入手手段が増え集めやすくなった。ルーン石板も今はかなり集めやすいので、比較的早く集まるだろう。ボス素材は未だにやや面倒。プラス1100までに必要な数はこれだけ。 MOV が一番高くオリハル困窮でも使えるので育てよう。お次は超越の契約書交換。最近11以降の天命輪廻で振り分け上限が100万上がるようになったが、いつかは取った方が良いので交換しよう。魔法の推奨 INT はかなり低く見積もっているので、サクサク倒したいならこれの倍以上は欲しいところ。次元石の方は深淵で集めるしかない。超越の契約書未取得だと振り分け上限が10万までなので、これくらいは武器やアクセを育成してあるのが理想。生贄100はなくても倒せるけどな。これだけ揃ってたら光魔法2発か3発で20層のモルモを倒せるぞ。まあここまで強化してなくても INT70 万あれば倒すことはできるので、魔法を打ってすぐ逃げるを繰り返して倒すと良いだろう。INT103 万で21層入り口モルモを光魔法2発で倒せるので、そこまで倒すと1周で2個次元石が手に入る。不利属性なら INT123 万、有利なら INT89 万だ。20層モルモは4発になってしまうが、生贄100がなくても21入り口のモルモは光魔法通販できるので、これくらいは整えておくと良いだろう。超越の契約書を交換したらモルモ周回へ。これにより大きくステータスポイントが増えるので必須の素材。詳しい周回方法などはこちらの動画で解説している。よければ見てくれ。とりあえず500個目標にしているが、1000個まで集めて問題ない。続いてリガミア周回。3つ目の攻撃。魔力アクセを取得するために地球が198個必要になる。いずれ暴君装備を使うかもしれないので、盾交換用に1個余分に集めておこう。こちらも動画があるのでよければ見てくれ。とりあえず魔法アクセ優先で良いぞ。そしたら羽ペン1000個までモルモ周回。ハデスも倒せるようになっていると思うので兜も集めておこう。アクセのレベルによるがある程度羽ペンが集まると物理も可能になるので、よければ参考にしてくれ。続いてアクセ育成。ここまでアクセを育成しなくて良いというわけではなくて、ここまでにはアクセを育てておきたいということ。マナランタンと武器称号を育てたいというのも理由の一つである。蒸気のアクセが育っていれば基本的には困ることはほぼないと思う。捕獲アクセは今回入れていないが、枠が余ってたら育てても良いぞ。育成場所はもちろん火山入り口。ここら辺でアクセ4枠目を開放しておきたいな。借金より先アクセ開放で良い。そして循環宇宙2の開放。金策場所は今までと変わらない。羽ペン素材の閉ざされた記憶のために穴という放置とかしてると思うので、もしかしたら自然に溜まっているかも。混沌ありだと穴という放置丸3日で100億ゴールド溜まるので、意外とすぐかもしれない。手動だと13時間くらいで終わる。手動13時間って聞くといきなり大変に感じてしまうな。多少手動で金策して半分以上は放置で集めるのが楽に集まりそうだ。一応開放することで手動の金策効率が上がるので、手動が多い人はアクセより先にこちらを開放しても良い。循環宇宙2と3を行き来して魔法で人手を倒す金策ができるのだが、これが時給15から20億ゴールドほどいくので、冒険の期限がないなら萌え子よりこちらの方が良い。この金策は人手の直接落とすお金がメイン収入なので、お金が手元に来るまでエリア移動しないように注意。INT220 万で氷魔法ワンパンできるぞ。解放後の手動金策はここが良さそう。続いてダークフェニックス周回。隠し通路に避難して闇魔法を打つのがおすすめだ。マナランタン800レベルで INT に200万振ることができたら闇4発ラインに乗せられる。冥王のクタールを育成していたら INT をもっと伸ばすことができるぞ。動画後半で必要なペット一覧を載せておく。ただ最初はドロップを盛る余裕がアクセ1枠分くらいしかないと思うので、先にある程度レベリングして捨て振りポイントを増やすと良い。天命輪廻中には欲しいな。
13以上だとなおよし、祭壇が増えていけば自然とポイントが増えていくので、闇4発圏内に乗ったら祭壇集めで良いと思う。ダークフェニックスが経験値多いので、祭壇集めながら自然とレベルが上がる。祭壇が200あればオリハル困窮になることができるので、最低200は集めておきたい。もちろん多い方が楽に倒せるけどな。そしたらいよいよオリハル困窮へ。マダンの敵を処理する用とボス用の INT 全振りのプリセットを用意すると良い。INT はあるだけ盛れば OK。最深部までは適当に無効化して突っ走ればよい。捨て振りはアクセレベルが最大なら INT と MDEF に150万ずつ。アクセが育ってなければもう少し祭壇を集めておこう。そしたらまず魔法プリセットで入り口の敵を氷魔法で一掃する。動く石碑がいたら入り直そう。動画では最深部に来るまでにアクセを一枠防御にしてたので魔法防御に変更。MDEF が1720万を超えるようにしよう。ちなみに動く石碑に注意。こうなる。動く石碑に気をつけて左右の目視機を倒したらあとはボス戦。その前にボス周りの目視機とドラゴンヘッドを倒しておこう。ドラゴンヘッドは全部は倒さなくていいが、ある程度倒しておいた方が楽。パルテノンに魔法を打つとき襲われない程度に数を減らしておこう。ある程度数が減ったらいよいよボス戦。魔法用プリセットで光魔法を2発打ち、逃げる用プリセットに切り替えて上へ思いっきり逃げる。大きいマダンを耐えるために MDEF を1720万持っている。多少足りなくても HP で受けられるから細かくは気にしなくてよいけどな。魔法用で光魔法2発打ち逃げる用で逃げるを20回ちょっと繰り返せば勝利。とりあえず1回勝つだけならこれでよい。一応大きいマダンは良ければ済む話ではあるので、マダンの雑魚敵を処理したら INT にステータス全振りでもよい。そしたらもっと早くボスを倒せる。普通にそっちの方が良いかもな。避ける自信がないならこれでやるとよい。その後はアクセの回収、キラキス集め、ハデスの兜のカンストを目指したりすることになる。ここまで来たら現環境の要素をほぼ集められていると思う。手順だけサクサク紹介しているがもちろんかなり時間がかかることなので、数週間数ヶ月かけて進む内容になる。緩和アップデが来たらもっと早くここまで来れるとは思うが、今の環境だとオリハル困窮になるのも結構きついと思うので、追いつかないと焦ることはない。オリハル困窮になるまでにおすすめの放置場所。放置はこの7エリアから選べば大丈夫。新コードに合わせて選んでくれ。そしてここまでにおすすめのペット。一応循環宇宙さんのペットも何体か入れている。200レベルってついているのはスキル解放が200レベルからのやつだ。上気のペットが育成してあれば問題なくオリハル困窮になれるぞ。逆にこれ以外は育成しなくてよい。あ、放置用に巨木化石像はあってよいかも。ということでミスリル9以降のやることについて一応順番という形で紹介しているが、絶対にこの順番じゃないといけないわけではないのでやれるものからやろう。特にアクセ育成とかはどのタイミングでやっても良いので、モルモ集会やリガミア集会などでステータスが足りない時にもアクセを育てると良い。7つ目にしているのはここまでにはアクセを育てておいてほしいということ。800レベルまでは上げると良いかも。今回は省いているが暴君装備の強化もやれたらやって良いからな。ただステータスポイントの恩恵が大きくドラゴン装備で事足りるのも事実。少しでもステータス伸ばしたいなら育てても良いかもしれない。優先度は低いけど、ということでこれを参考にオリハル困窮まで頑張って目指そう。ではまだの方はチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれ。